自分が何者か分からなかった学生時代についてお話をします。あまり大変だったと思ってないんですけれど、よく考えると大変でしたね。やっぱり私自身も確かに周りに変な子っていっぱいいたかもしれないですけど、あまり気にならなかったんですよ。でも自分自身がやっぱりちょっと変な子なのかなって思うことは辛くて、例えば幼稚園で遊んでた時ってあんまり男女で授業が変わらないし、遊び方も一緒なんですよ。小学校に入るともう道具箱から違うし、女の子は中で遊んで男の子は外でスポーツしてみたいなのが急にそういう感じになっていったんです、小学校に入った時。それが私は違和感だったし、最初の難関ポイントでしたやっぱり教育環境ってできないことを指摘する場になっちゃいけないと思うんですね。できることを伸ばしていく、やりたいことをやれるようにしていく場であって、やりたくもないしやれないことを無理にやって平準化していくみたいなことって価値がないんじゃないかなって思ってるので、逆上がりができない子がいたら本をたくさん読ませればいいし、本を読むのが苦手な子がいればスポーツをたくさんさせればいいし、やっぱり自分が何が好きなのか何がやりたいのかっていうのをどんどん伸ばしていく、やっぱりその自発性を引っ張っていくのが教育だと思うんですね。ただ私が小学校に入った時はそういう教育環境じゃなかったので、やっぱこれからの教育環境はそういう風になっていくべきだなと思います。人と違う、特に男の子にあまり馴染めなくて、やっぱりいじめっていうほどじゃないですけれど無視っていうんですかね、なんかみんなの輪に馴染めないみたいなことが続いたんですね。でそれは別に良かったんですけど、なんか人とちょっと違うのかなっていうところが自分は心配でした。でそういう時に絵本で「スイミー」っていう絵本があって、赤い魚の群れに黒い魚が生まれちゃうみたいな絵本で、その中でなんで自分は黒い魚なんだろうってこうもじもじ生きていくんですけれど、最後、自分黒い魚だから自分にしかできないことがあるって言って群れを救うみたいな、そういう絵本があるんですね。そういう、肌の色が黒いってマイノリティ性じゃないですか。なんかそういうのに向き合ってる絵本を見た時にすごく当時感動したんですよ、私が。だからなんか私も肌が黒いスイミーじゃないですけど、なんかできることがあるんじゃないかなって。男の子の輪に入れなくてスポーツがそんなに好きじゃないけれど、なんかスポーツの代わりにできるんじゃないかなって思った時に、絵が結構得意だったんですよ。引きこもってたのでずっと絵を描いてて、小学校って窓の外、私田舎育ちなんですけど山だったんですよ。そこにどんどんこうマンションとか住宅が建っていって、ちょうど都市化していったんですよ。で毎日その建っていくマンションとか家とかを画用紙に描いてたら、建築家になればいいじゃんって言われて、なんかこういうことしてたらお金がもらえるんだって思って建築家になろうってその時思ったんですよ。やっぱりそれが私にとってはスイミーみたいな、こう自分の居場所とか自分のハマる場所みたいなのを見つけた瞬間だったのかなと思います。例えば私の場合は自己防衛として絵を描いてたんですけれど、だんだんやっぱり絵を描くだけじゃなくてイラストレーターとフォトショップみたいなプロフェッショナルなツールが高校生使えるようになって、やっぱり仕事になっていったんですよ、それが。そうなるともう自己防衛じゃなくて自己実現だと思うんですね。でみんなも自分の立場を作るために、自分の居場所を作るためにやってたことが、なんか気づいたら自分の居場所というか自分が作った自分自身の居場所だったってことはやっぱりあると思います。で私はそういう人たちのロールモデルになれたらいいなと思って、こういうふうにみんなの前に立ったりしています。マイノリティを代表するような気持ちはないんですけれど、逆に言うと私はマイノリティとマジョリティっていうのはそこまで綺麗に分けていなくて、なんかこの人はマジョリティですみたいな絵に描いたマジョリティっていないと思うんですよ。あまりお金のない家庭に生まれたりとか、日本じゃない場所で生まれ育って違う宗教を持ってたりとか、違うバックグラウンドを持ってたりとか、もしくは小さいことかもしれないですけど
アレルギーがあるとかアトピーがあるとかアルコールが全然飲めなくて飲み会が苦痛だとかいろんなマイノリティがいるじゃないですか。で私はそのマイノリティの中で、ジェンダーというちょっとビッグイシューだっただけであってやっぱりなので全てのマイノリティを代表できるとも思ってないんですけれど、自分がマジョリティだと思ってる人がいるとしたらやっぱりそこは崩していった方がその人が楽になるんじゃないかなと思ってます。